皆さんこんにちは。デイリーオタクライフのマンボウです。今回は二次元の森というアニメのテーマパークの中にあるナルトの施設に行ってきました。この二次元の森は淡路島にあるので電車では行けないんですけども、車か神戸か大阪からラッピングバスが出てるようなので、それを使っていくことができます。神戸からであれば車で3、40分ぐらいで着くので、結構アクセスはいいと思いますね。というわけで、ここからはナルトのテーマパーク、忍び里を紹介していきます。こちらが入り口なんですが、皆さん見てください。この葉隠れの里の入り口が完璧に再現されてます。かなりクオリティが高いですね。中に入ると、キャラクターたちのパネルがずらりと並んでいます。では早速チケットを購入して受付を済ませます。といってもチケットは事前にネットで購入しているので、これを見せるだけです。受付ではこんなグッズも売ってます。これをつければ誰でもこの葉隠れの里の忍びになれますね。今なら SNS でシェアすることでおみくじができます。1本目は白、2本目も白、3本目は青色が出ました。青色は2等なので、このナルトの財布の形をした貯金箱がもらえます。やったぜ。途中の通路ではこの葉隠れの里の街並みが再現されています。あとトイレもここにあります。サスケの誕生日が近かったので何かイベントをやっていました。こちらがこのテーマパークの地図です。こんな感じでいろいろ施設があります。というわけで、いよいよ園内に入ります。このメイン広場、かなり広いですね。ライブとかできそう。はい、というわけで、こちらがサムネイルにもなっている巨大なホカゲ岩です。めちゃくちゃ迫力ありますね。再現度も高い。夜はプロジェクションマッピングでムービーが流れるそうですよ。ここで受け付けてもらった巻物を紹介したいと思います。今取り出したのが天の巻で、こちらが地の巻です。これらの巻物に書かれた任務を遂行していくことになります。ちょっと天の巻を開けてみましょう。中身はこんな感じになっていて、迷路に隠れたスタンプを全部集めることで任務完了となります。立体迷路はちょうど他の方がいたので、先に地の巻の任務から遂行していこうと思います。地の巻ではとある事件が起こって、それを解決していくことになります。手順としては、まずそれぞれのエリアに行って任務ボードを確認します。そのボードにはヒントが書かれているので、それを見て謎を解きます。謎が解けたら地の巻物にそれを書き込みます。まあここであんまり詳しく説明しても分かりづらいと思うので、早速やってみましょう。一応ここで練習できるようになっています。この雲型の台座を使います。これが地の巻なんですが、地の巻にはこの空白の部分があります。これを雲の台座のこの部分に当てて、ここを鉛筆でこすることで後ろの文字が浮き上がってくるという仕組みです。気をつけて頑張ってちょうだいよ。こんな感じで忍びという文字が浮き上がりました。というわけで早速任務開始です。こちらが最初の任務のエリアなんですが、暁のメンバーが立ちふさがってます。ちょっといきなり任務難易度が高すぎないですかね。あと任務の内容については動画では伏せておきます。ネタバレになっちゃうんでね。皆さんが実際に行ってみて謎を解いてみてください。かかち先生がいてくれれば暁も怖くないですね。一つ目の謎が解けたので巻物に文字を移します。というわけで次の任務に行きましょう。鹿丸も見守ってくれてます。これはガーラが使ってるひょうたんですね。一体何があったんでしょうか。指のところには何やら怪しげな記号が書かれていますね。
これが謎解きのヒントです。これで謎も解けました。どんどん行きましょう。さくらちゃんの近くには AR と書かれた何やら怪しげなものが置いてあります。これなんですが、実はここでアプリを使うとこんな感じで忍術が使えます。結構楽しいので皆さんぜひやってみてね。さてこちらが次の任務です。サイが書いた鳥獣戯画ですね。何やら意味深な穴が開いてますね。さあ謎を解いてどんどん進みます。次は巨大な蛇が現れました。蛇といえばやっぱりあいつが関係してそうですね。何やらうんこみたいなのがいっぱい落ちてますね。ちょっとキモいな。蛇の声なんでしょうかね。めっちゃぐるぐるいってます。運動不足のオタクにはこういうのくぐるだけでも結構きつい。ようやく抜けたと思ったら穴がありますね。ここ見てみると、やっぱりお前か。関わらんとこ。続いての任務は足跡を追えっていうことなんで、この大量の足跡を追っていきます。岩の上まで足跡があります。こりゃ大変だ。さあ続いての任務は、クラマを発見。これはなかなかのクオリティですね。っていうかめっちゃ怒ってんな。尻尾の部分は何やらロッククライミングみたいになってますね。これも謎解きに使います。こんなところに起爆札が。触ると爆発するので気をつけましょう。こちらは戦術修行のエリアです。カエルの石像がたくさん。みんな修行に失敗してカエルになってしまったんですね。深作のちっちゃんもいます。こちらの石の台座の上で修行するみたいですね。ここもなかなかいい写真スポットですね。写真を撮るとこんな感じになります。ただちょっと下の台座が熱すぎてですね、本当はこんな感じで座りたかったんですけども、本気で火傷しそうだったので諦めました。このすぐ後ろには何やら怪しげな岩場が。謎解きの鍵がここにありそうですね。動画じゃちょっとわかりづらいんですけども、この足場かなり揺れます。最後の謎も解けたのでゴールを目指します。この洞窟で全ての謎が明らかにされます。が、撮影は禁止なので皆さん自身の目で確かめてみてください。これで地の巻の任務は完了したので、続いて天の巻の任務に入ります。天の巻では巨大な立体迷路の中に隠されたスタンプを集めていきます。迷路の途中には様々な試練があるので、これをクリアしていかなければなりません。これも運動不足のオタクにとっては大変です。まあこれぐらいなら余裕ですね。なんてことを思っていたらまさかの行き止まり。途中まで進んで思いましたが、これは元気な子供向けですね。少なくとも運動不足のオタクがやるものではありません。体力が持ちません。とか思って進んでいると、こんなところにイチャイチャタクティクスが。やっぱり大人向けでした。さあ、スタンプもどんどん回収していきます。ここまで来ればもうゴールは目前。ゴール地点では大人になったナルトとサスケが待っていました。
ここで最後のスタンプを押して任務完了です。最後にこの迷路から抜け出します。この先が見えないちょっと怖い滑り台を滑っていくんですが、これ結構スピード出ます。足を使ってしっかりブレーキをかけましょう。これで任務完了と行きたいところなんですが、実はコースがもう一つあります。これは大変だ。こちらのコースもスタンプを集めるのは同じです。途中行く手を阻む障害物を避けていきます。やっぱりこれは子供向けですね。とか言ってたら今度はイチャイチャパラダイスが落ちてます。やっぱり大人向けでした。ということで天の巻の任務もクリアしたので、そろそろご飯にします。なんとこの忍び里には一楽ラーメンがあるんですね。結構メニューも豊富です。今回は初めてなので、やっぱりこの定番の一楽ラーメン定食を食べましょう。お店の全体像はこんな感じです。ちゃんとカウンター席も用意されてるんですね。というわけでこちらが一楽ラーメンです。味は豚骨ベースの味噌味です。めっちゃうまそう。それではいただきます。味もバッチリですね。さて、それでは最後にお土産ショップに寄ってから帰りましょう。もちろん中はすべてナルト関係のグッズです。かなり種類が豊富です。ジャンプショップでもこんなに置いてないんじゃないかな。イチャイチャパラダイス関係の商品もありました。これは欲しくなっちゃいますね。あと一楽ラーメンの丼とラーメンセットもありました。これはファンには嬉しいグッズ。というわけで一通り楽しんだので帰ります。最後に買ったグッズを紹介して終わりたいと思います。はい、というわけで買ったグッズを紹介していきたいと思います。まずはですね、こちらの一楽ラーメンセット。中には麺とスープの素が入っていて、いつでも一楽ラーメンを食べることができます。それでは続いてはこちら。一楽の丼です。まあ、ラーメンセットを買っちゃったらこちらも買わざるを得ないですよね。この丼に先ほど紹介した一楽ラーメンを入れて食べるということですね。これもおすすめのグッズです。続いてはこちら。イチャイチャパラダイスのポーチです。タオルとどちらを買おうか迷ったんですけども、本っぽいこちらの方を選びました。裏はこんな感じ。ポーチなのでもちろん中に小物を入れることもできます。トラベルポーチとして利用できそうですね。続いてこちらはおみくじで当たった貯金箱です。この口のところからお金を入れることができます。あとそれだけじゃなくて中を開けるとキャンディーが入っています。ちゃんとこの葉隠れのマークも描かれていますね。あとこちらの購入特典のトートバッグ。あと同じく購入特典のしおりももらいました。というわけで以上がグッズの紹介でした。結局3つしか買ってないじゃんと思われる方もいるかもしれませんが、その通りです。他にも欲しいグッズたくさんあったんですけどね。ちょっとお金が足りなくて、いつかお金持ちになったら好きなだけ買いに行きたいですね。ということで動画はここで以上となります。ご視聴ありがとうございました。この二次元の森はナルトだけじゃなくてゴジラとかドラゴンクエストとか他にも楽しめる要素がたくさんあります。あと今回は泊まってないんですけども、ここには宿泊施設もあって、そこにはナルトのコラボルームもあります。
本当はここに泊まってみたかったんですけども、結構値段が高くて今回は断念しました。またいつかお金が貯まったら泊まりに行きたいと思います。というわけで皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。